丸のこに集塵器、つなげれないんですか？だって集塵アダプタないんだもん。と思ってるあなた、朗報です。ゆっくり工作。始まるよ。毎度、おなじみ。ゆっくり工作でーす。さあ今回は何作るんだ？今回は丸のこに集塵器を接続するぜ。接続するとどうなるんだ？まあ、木を切った時に出る木くずが周りに飛び散らなくなるぜ。そうなんだ。使うたびに掃除に時間がかかるってんで、使用頻度が極めて少なくなってる道具だぜ。このパイプをつけるのか？そのつもりだったんだが、思った通りに変形させるのが難しくてな。失敗したの？ああ。焦げちゃったぞ。焦げ丸ね。で、どうすんの？今回の動画これでおしまい？それも一瞬頭をよぎったんだが、いいこと思いついたんだぜ。なんだぜ？これだ。なんですかこれ？これは FRP だ。FRP？ 樹脂とガラス繊維で自由な形を作れる便利な素材だ。そうなの？強度があるから船の外角や、車のパーツを作ることができるんだぜ。じゃあこれで、この丸のこにぴったり合う、接続アダプタを作っちゃおうってことね。そうだ、思い通りに作れるはずだぜ。まず、丸のこの刃を外していきます。はい。何か違うくね？素で間違ってたわ。使用工具を間違える演出です。そうですか。それ。丸のこの刃って頻繁に交換するものなのか？どうだろう。少なくともこの刃は10年ぐらい使ってるぜ。そもそも使用頻度少ないから当てにならないわね。その通りだぜ。木くずを吸い込めるように穴を開けるんで、ちょうどいい箇所を探します。はい。穴開けマーキングね。ここが安全カバーを加工せずに吸い込めるちょうど良い箇所だぜ。安全第一ですね。そうだ。作業性は二の次でいいんですよ。印のところをグラインダーで切っていきます。これ火花がめっちゃ出るから嫌いなのよね。周りのものが普通に燃えるからな。火事は嫌だぜ。あれ？火花出ないわね。アルミは火花出ないんだな。ずいぶん大きい穴開けるのね。穴が大きければたくさん吸い込めるはずだぜ。そうか。ハンマー？最後は叩くぜ。おお、綺麗に開いたな。刃をつけて様子を見てみます。これなら木くずを効率的に吸い込めそうね。刃の左右から吸い込めそうだな。この棒を軸にしていきます。はい。吸い込まれる方向を考慮すると、少し斜めにする必要があるな。そうなんだ。角を斜めに切ります。ハンマーね。叩いて割ります。簡単に割れたわね。じゃあ、どうしたんだ？火花出てなかったから油断した。切ったかけらがめっちゃ熱くて火傷したぞ。安全第一よ。なんか、いくらなんでも大きな穴開けすぎじゃね？ああ、少しやりすぎたかな。少し角が当たってるわね。それじゃ少し削ってみるぜ。もう少し削る？はい。カンナで削ってたのね。結構疲れるぜ。いい感じに収まってるわね。これを型にします。ネジでほどほどに固定していきます。ほどほどでいいのか？ FRP を塗る時の支えになればいいだけだからな。
適当でいいよ。そうなんだ。これは油粘土だ。隙間を塞ぐように埋めていきます。日立の丸の子ですか？今は廃校機だな。名前変わったの？会社名は後期ホールディングス。廃校機はブランド名だな。そうなんだ。FRP を型から外す時の邪魔にならないように、凹凸をなくしていきます。凹凸があったらどうなるんだ？型から外せなくなるぜ。そうなの？引き抜いて型から外すからな。凹凸で引っかかって抜けなくなっちゃうんだ。結構重要な作業なのね。その通りだぜ。硬くなる紙粘土の方が良くない？紙粘土も乾くまで時間かかるからな。今回は早く進めたいから油粘土使うぜ。はい。隙間に粘土を押し込んでいきます。これって FRP のやつか？そうだ。ガラス繊維を固めたものだ。これを適当な大きさに切っていきます。はい。大きさも適当でいいの？極端な話、1センチ角にしても構わないぜ。そうなの？元からバラバラな繊維の集まりを、何枚も重ね合わせるからな。小さくてもかなりの強度が出るんだ。そうなんだ。FRP 樹脂に硬化剤を入れていきます。硬化剤で固めるの？そうだ。これを入れないと固まらないぜ。そうなんだ。よくかき混ぜます。なんかトロトロしてるわね。この FRP 樹脂は独特な匂いがあるんだ。液体の状態が一番匂うんだが、固まっても匂いを放ち続けるんで注意が必要だ。防毒マスク必須です。このまま FRP を塗りつけるとくっついて剥がれないんで、離型剤としてシリコンスプレーを表面に塗ります。スプレーなのに筆で塗るのはなんでだぜ？このシリコンスプレー、床に落ちると足の裏にくっついて際限なく広がるんだ。広がるとまずいのか？スプレーで吹きかけると1ヶ月ぐらい、滑りに悩まされるんだ。それは嫌ね。じゃあ塗っていきます。はい。染み込ませながら貼り付けていきます。これ何枚ぐらい重ねるんだ？最低2枚だな。重ねるごとにガラスマット同士支え合う感じになるんで、形が勝手に整ってくるぜ。そうなんだ。素手でやってるけど大丈夫なのか？ゴム手袋すべきだな。皮膚の薄いところに飛沫がついたままにしておくと、固まり始めた時めっちゃ痛いから注意なんだぜ。こんなので痛くなるのって不思議だな。ああ、謎のメカニズムだぜ。手袋つけたわね。安全第一です。塗っては重ねを繰り返します。小さいやつつけたわね。無駄はいけませんよ。小さくても使えます。塗り終わりました。このまま1日放置します。はい。固まったんで剥がしていきます。お、剥がれた。何してるんだぜ？叩いて抜き取るつもりだったんだけど、離型剤を塗ってないところに FRP つけちゃってたんだ。取れないの？ああ、だから穴開けて中の棒を取ることにしたぜ。取りました。30分かかりました。形を整えていきます。ノコギリで切るの？電動工具で切るとガラスくずがたくさん飛び散っちゃうからな。集塵機をつなげられない電動工具は使わない方がいいぜ。そうか。表面を研磨していきます。集塵機つなげれるって便利ね。ああ、飛び散りはほとんどないぜ。こんな感じになりました。
ネジで固定するんで穴開けします。さあできたぜ。これで完成か？ああ、早速テストだぜ。ご覧の通り木くずだらけだぜ。囚人なしの状態ね。囚人ありです。これだけ木くずが少なければ成功ね。ああ、満足できる出来栄えだぜ。今回は以上となります。少しでも面白いと思ったらチャンネル登録お願いします。いいねボタンもよろしくなんだぜ。それではごきげんよう。